こんにちは、オズディです。今回は必ず湧きそうにしか湧くことがない光イカトラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ほとんど掘るだけの作業となるので、ブロックなども現地で掘ったものをそのまま使用していただけます。今回トラップ自体は簡単に作ることが可能ですが、作成場所がエンドになりますので、そこが一番難しいです。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方へ移りたいと思います。今回のトラップは自然に水が生成されることがない、エンドの土地の性質を利用したトラップになります。オーバーワールドなどにトラップを作成した場合に、トラップの外側に隠れた水辺があったりして、こんな感じでそっち側に湧いてしまって、トラップの効率を落としてしまうことがあります。その点エンドには自然に水が湧くことがないため、他の場所に湧いてしまう心配もございません。また参照画像のように統合版にはオーバーワールドの記載がないので、水があればエンドにも湧いてくれます。今回はその点を利用してトラップを作成していきます。エンドはこんな感じで宙に浮いている島のような形になり、その深さも場所によって様々になっております。その中ではE30の位置まで掘れそうな場所なら、どこでも大丈夫なので確認してみてください。中心部分の岩盤がある付近であれば、Y30 くらいまではエンドストーンがあることが多いです。ワールドによって異なりはしますので、あくまでも参考にして確認してみてください。今回動画ではこの岩盤付近に作成していきますね。ではまず画面左に表示されている3つの数字の真ん中の数字が30になる位置まで掘り下げていきます。動画では直下掘りしておりますが、大変危険なので必ず2マスで順番に掘っていくようにしましょう。Y 座標が30の箇所まで到達できました。そうしたら一度上に登れるようにはしごを設置しておきます。入り口部分にはトラップドアを設置しておきましょう。そうしたらもう一度下に降りていき、はしごの横部分を2段の高さで掘ります。同じ方向に同じ2段の高さで、追加で3マス分掘っておきましょう。反対側の横方向にも同じようにして、高さ2段で4マス分掘っておきましょう。そうしたらはしごの位置から前を向いて、その方向に高さ2段で10マス分掘っていきましょう。こんな感じで掘れていれば OK です。今掘った10マスの先の部分の横方向にも、先ほどと同じように高さ2段で4マス分掘ります。反対側の横方向にも同じようにして、高さ2段で4マス分掘っておきましょう。今度は今掘った横方向の先の部分から、さっき掘った横方向とつなげるように掘っていきます。反対側も同じようにして、先ほどの箇所とつながるように掘っていきましょう。今掘った通路がすべてつながっていると思うので、その間にあるブロックをすべて壊しておきましょう。すべて壊せたらこんな感じで、縦11マス×横9マスの空間ができていると思います。そうしたらはしごの位置から前に3マスの箇所を、深さ3段になるように掘っておきましょう。今掘った箇所の左隣から端までも、同じように深さ3段で掘っておきましょう。右側部分も同じようにして、深さ3段で掘っておきましょう。今掘った穴の箇所から奥側すべてを、同じようにして深さ3段で掘っておきましょう。すべて掘ることができたらこんな感じになっています。そうしたらこの中央部分の2マスを、それぞれ深さ4段で掘っておきましょう。掘った穴の下にラージチェストを設置します。チェストの前とその左右をそれぞれ掘っておきます。チェストに接続するようにして今の穴に、しゃがみながらホッパーを設置しておきます。ホッパーを設置した左の角部分を掘って、そこをレッドストーンブロックに変更しておきます。ホッパーの角のこの箇所から背面側まで掘って、そこにもレッドストーンブロックを設置しておきましょう。
角のレッドストーンブロックの上にパワードレールを設置します。その隣から反対の端部分まで、普通のレールを設置していきましょう。2列目はレッドストーンブロックまでレールを設置しておきます。レッドストーンブロックの上にはパワードレールを設置します。隣の箇所にはレールを設置しましょう。そうしたら最初のパワードレールを仮で壊して、先に2列目と3列目のレールを接続します。パワードレールは元に戻しておきましょう。あとは同じような配置になるように、それぞれのレールを設置しておきましょう。最後の角部分以外に設置できていれば、こんな感じになっているかと思います。最後の角にも最初と同じようにレッドストーンブロックを設置して、その上にパワードレールを設置しておきましょう。ホッパー付きトロッコを走らせてみて、途中で止まることがないかを確認しておきましょう。もし途中で止まったり不安な場合は、パワードレールを追加で設置してあげましょう。そうしたらレールの一段上の箇所をすべて、マグマブロックを設置して敷き詰めておきます。はしごの前のこの箇所を元に戻しておきましょう。チェストにアクセスできるようはしごを延長します。この端の3マスを掘って両サイドに水を流して、無限水源を作っておきましょう。真ん中部分が無限水源なので、そこから必要数の水を確保しましょう。そうしたら角部分から1列分に水を流していきましょう。今水を流した列の直角方向にも、同じように水を流して無限水源にしていきます。この無限水源は不要なので潰しておきます。そうしたらはしごの横部分から奥に向かって、高さ2段の通路を20マス分掘っていきましょう。あとはここの奥に立って放置しているだけで、こんな感じで光イカが湧いてくれます。湧いた光イカはマグマブロックに焼かれて、倒してドロップした素材はトロッコで回収されます。あとはこのチェストに溜まっていくので、そこから回収してあげましょう。では一度チェストを空にして、しばらく放置して効率を確認しましょう。あれから10分ほど放置してみたので、早速チェストの中身を確認してみましょう。結果は10分で90個の輝くイカスミが入手できたので、単純計算で1時間に540個入手できますね。正直そこまでの効率は必要ないと思うので、簡単に作れてこれくらい入手できれば十分ですよね。あとはお好みで拡張などをしてみてください。今回のトラップはいかがだったでしょうか。オーバーワールドに作るよりも手軽に作成できる、光イカトラップの作り方のご紹介でした。個人的にはあまり数も必要ではないので、これくらいの手軽さがちょうど良いかと思います。よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。